G-SHOCK オフィシャル YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。時計専門誌、そしてウェブクロノス編集長の広田正幸です。今回はですね、2023年の9月28日に発表された陸の王者マッドマスターの第3作目についてのお話を深掘りしていきたいと思っております。で、皆さんご存知の通りですけれども、マッドマスターというのは防塵、防泥、埃や泥に強い、G-SHOCK の中でも究極にタフな時計です。で、2015年に第1作が発表されて、今回発表された第3作目は何が違うのか。具体的に言うと、メタルを使ってケースが小さくなりました。そして質感も上がった。でプラスしてカシオウォッチーズというアプリケーションを使うことによって、実は操作系がめちゃくちゃ楽になりました。もちろんプロユースであるところのタフネスさっていうのは全然変わっていません。じゃあどうやって大きく進化させたのか、メタルを使い質感を高め、そして使いやすさを上げていったのかというところを、開発に携わったお二人にお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。商品企画を担当しております小島和康と申します。よろしくお願いいたします。デザインを担当しております橋本と申します。橋本一郎です。よろしくお願いします。小島さん、橋本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも第3世代のマッドマスターなんですけども、めちゃくちゃ使えるようになったじゃないですか。ありましたね。ありがとうございます。具体的に言うとサイズが小さくなって、メタルが入って、あとカシオウォッチありますね。ですよね。アプリで連動することによって操作性がすごく洗練されたじゃないですか。そうですね。実際今まで時計をいろいろ操作して、ボタンを押してやるっていうのがアプリの方でもできるという、そこがポイントですよね。ですよね。でこれって確か今年ぐらいからですか、カシオさんが本格的にそうですね、使うようになったって、2021年ですね、のところからスタートしてますけども、新しい新製品と連動して機能がフルに操作できるっていうのは、大体今年から大きな動きになってますね。ですよね。でマッドマスターに乗ったのは初。そうですね。トリプルセンサーを搭載して電波ソーラーでありながら、Bluetooth とリンクするというのは初めての試みになります。今までね、だからカシオの時計で Bluetooth つなぐっていうと時間がやっぱね、例えば海外渡航してじゃあ時間が連動して切り替わるってところがあったんですけれども、今回の場合は機能までいじれるってところまでフルにエクステンションかけたってのはすごいですよね。実際アプリで操作してもらうと、全体こんな機能がいろんなものができるんだなっていう中からお客様が選んで、で例えばライトの時間を設定するっていうのもすぐ操作できるというところがいいところかなと思ってます。だから正直だからカシオの多機能時計って機能すごくいっぱいあるんですけれども、やっぱり使い勝手っていうところでは慣れがいったんですけれども、今回はカシオウォッチっていうアプリケーションを使うことによってめちゃくちゃ使い勝手が良くなってる。だけどちょっと質問なんですけれども、あれアプリケーションがあってそっちで結構基本的に操作が全部ほぼできちゃうじゃないですか。だからもうスマートウォッチで設定して結局ね、新しいマッドマスターでピッピッピッってボタンを押したらもうそのアクションがオンできるじゃないですか。だけども時計単体でもできるように残してると思ったんですよ。あれはなんでなんですか？やっぱりそこはですね、時計メーカーとしてのこだわりですね。例えば時刻表示とかで一番私たち気にしているのはスマートウォッチ、バッテリーが落ちてしまうと真っ暗になってしまうとこあるじゃないですか。我々そこはもうこだわりを持って、電気が例えばあまり消費、モードに入ったとしてもちゃんと時刻は読めるようにしようとか、その時計のマナーですね、そこのところはもうこだわって作ってますので、で時計としても操作性っていうのは単体でスタンダードで使えるというところはもう一つのラインとして持ってますね。だからすごく思ったんですけれども、新しいマッドマスターなんですけれども、スマートフォンとの連携によって操作性めちゃくちゃ良くなったんですね。これ結構ぜひ皆さん触ってください。かなり使いやすくなってるっていうか、いやこんな使いやすいんだと僕バンバン使ってみましたけれども、その一方でちゃんと時計単体のボタンだけでも操作ができるようになって、そこはやっぱプロユースたるゆえんですよね。これはやっぱりちょっとそこの部分がやっぱりカシオさんらしいなと。そうですね。やっぱり我々もプロの方のご意見いろいろいただいて、
その中で商品開発を進めてますけども、やはりその究極の極限状態ですね、そういったところになるともう本当にブラインドタッチで操作できないと、もう時計として使えないよなんて意見も結構いただくんですよ。そういったところではやはりちゃんとしたスタンダードで使えるってことのこだわりっていうのはちょっと、開発のところで持っているっていうところですね。今回の、新しいマッドマスターですけど、アプリ連携ですごく使いやすくなったで、プラスしてサイズが小さくなった、それで装着感も良くなったというところで、実は特徴の一つでもあるんですよね。はい。こちらのですね、実は横から見るとフラップがついてるんですけれども、ですよね。歌手秘伝のタレみたいな感じ、実はここは非常に効いてるんですね。で、腕につけた時の、手首の断面を含めて通常この隙間ができるんですけれども、ここをピタッとホールドすることによってより密着感増しながらよりもう動かしやすい、そんな感じになってますね。はい。あと今回の新しい、第3世代のマッドマスターはメタル使ってるじゃないですか。はい。そうですね。メタルも実は前からそういう思いはあったんですね。で、1作目の、こちらのものを見ていただくと分かるんですけど、これ知人がだいぶ使い倒したものを、もう実際の外装部品を譲り受けたものなんですけれども、2015年に発表された初代モデル、はい、GWG1000 になります。でこちらのものを見ていただくとだいぶ削れているのが分かるんですね。通常はここまでにはならないんですけれども、それを見た時により削れに強いものっていうところは実際頭の中には当時からありました。やっぱプロユースとしてやっぱガチガチ使えるものを、強さの追求という面では、はい、そうですね。でその次の世代に、フォージドカーボン、強くて軽くっていうのでこちらのカーボンを外装にまとったこちらのモデルですね。はい、こちらも割と軽量化と小型化を狙ってやっていました。で今回3作目になってさらにメタルを使ってサイズとメタルの質感を追求したという形になりますね。かつメタルを使うことによってサイズも小さくできた。ダウンサイズしてます。で単純に金属にしてしまうと、仕上げが入らなかったりする。そうですよね。造形複雑ですもんね。で仕上げを入れようとすると分割をしたくなるんですけど、分割すると肉厚がどんどん増えていっちゃうんですね。部品の数が増えると、そうですね、重ねてどんどん大きくなってしまうんで、そこを今回 3D 上で検討していったっていうところが大きな特徴だと思います。でしかもプラスして、新しいこれぜひ実物見てほしいんですけれども、メタルの質感がものすごく良くなってる。これはなんで小島さん、橋本さんここまで質感上げたんですか？やはりですね、その陸の王者、そこの頂点に立つモデルと、そうですね。2015年の発表された時、陸の王者ってコンセプトで出ましたね。防塵防泥の時計として、それのやっぱりトップというところで、そのメタルの質感にはもう徹底的に今回こだわって作ってます。で特にですね、稜線の出し方とかはだいぶ、そうですね、角のここの部分ですよね。ありましたね。通常メタルではやらない形だと思うんですね。ですよね。普通メタルだとね、この形はやらないですよね。普通じゃないところをいかに仕上げを意識しながらパーツ分割して厚みも抑えながらやるかっていうところが、個人的には大きい課題ではありましたね。だから本当に第3世代の本当にマッドマスターですけれども、本当にサイズがコンパクトになって、あとアプリ連携で使いやすくなって、しかも質感も上がっているというところで、結構僕はこれ真面目に欲しい感じの時計なんですけれども、ありがとうございます。でもこれすごいなと思ったのが、カシオウォッチってアプリケーションがあって、あれで結局何でも基本操作できちゃうじゃないですか。で Bluetooth でつなぐじゃないですか。だけど電波ソーラーでトリプルセンサーがついていてって、割と結構連携って面倒くさいんじゃないですかって思うんですけど、どうクリアされたんですか？本当にセンサーがトリプルになってそれをデータ連携させるっていうのは結構ハードルが高い話で、それをちゃんと見える使えるようにするっていうアプリ開発っていうのもかなり注力してやらさせていただいたところなんですよね。消費電力って抑えられたんですか？そうですね、実は結構難しいところで、そのトリプルセンサーかなり消費電力が多いんですね。その中で今までちょっとできなかったところだったんですけども、そこを、実際モジュールという中身のところから見直してですね、電波ソーラーが初めてできたというところになっていますね。だからでもちゃんと省電力に関しては考えてあって、これ1日確か4回
そうですね、時刻合わせる時に連動するのと、そのカシオウォッチにコネクトする時だけシャッとつながって、あと連動が切れるって形ですもんね。そうですね。定期的なその連動と、あとはアプリケーションを使った時の連動といったところで、Bluetooth 自体もだいぶ進化してまして、そのアプリとの連携もかなり早く、安定してできるような形になってきたので、そういった形の定期的な受信っていうので発電量を抑えながらちゃんと使えるっていうところをちょっと目指してですよね。だけどちゃんとプロユースたるところのものは忘れていてあると。ちゃんとだってこの黒い部分とかもちゃんとね DLC ダイヤモンドライクカーボンって表面処理で固くしてる、そうですね。この4つ詰めのところは特に実際使う時に当たる部分でもあるので、そこの処理は非常に心を使いましたね。あとこれボタンもやっぱちゃんと大きくなってで使いやすくなってますけれども、実際これもプロの方、実際に使われる過酷な現場で働かれる方とかの意見を参考にした時に、やはりボタンを大きくしてほしいっていう需要がかなりあったんですね。で割と革のグローブでボタンをしっかり押されることも多いので、今までどちらかというと指の先っぽで押すようなイメージがあったと思うんですけれども、マッドマスターシリーズについては大きいボタンを指の腹で押すような形の、そうですね、ボタン大口径のボタンを採用させていただいております。ですよね。だから本当に特徴としての大きなボタンはかなり使いやすい。であと本当にしつこく言いますけど、カシオウォッチとの連携によって基本設定やってもでかいボタンバンバンバンって押すだけで機能をオンオフできたりとか動かせるので、そうですね、そこは便利です。そうですね。あと個人的にマッドマスターで僕好きなのは E ボタン。E ボタンって分かんないでしょうからちょっと説明すると、ここの6時位置のところにボタンがついてて、もうカシオ好きな方、マッドマスター好きな方は皆さんご存知でしょうけど、押すと明かりがつく。これって結構時計のデザインとしてはかなり攻めてるけど、そうですね、当初第1作目を出した時にアナログだと本当にかっこよくなるのかっていう問題もあったんですけれども、そこをG-SHOCK の造形感と合わせてまとめることで、今ではフロントボタンで代名詞のような存在になっていますね。実際ここにフロントのところにライトつけるボタンがついてるので、ここピュッと押すと明かりが文字盤全体が明るくなって、だから実は操作がすごい簡単で視認性も高いというところで、機能性とちゃんと実用性でデザインにまとめ上げたっていうのは、そうですね、なかなか難しいところではありましたけどですよね。でも実際使ってみるとやっぱりブラインドタッチでも押せるような、本当にいい位置にあると思いますんで、ぜひ使っていただいて実感していただきたいなと思います。だからやっぱ本当に多機能時計ってやっぱ使ってなんぼだと思うんですけれども、物理ボタンがあるとやっぱりちゃんと使える。で実は今回のマッドマスターはそのカシオウォッチとの連携とか含めてで、そこがすげえ使えるようになったっていうのは大きなポイントかな。いいと思います。あともう一つ聞きたかったのが視認性ですよね。視認性。やっぱりプロユースっていうところを意識してますんで、その視認性についてはだいぶこだわりを持って。特に針のところの太さですね、そこについてはもうデザインも頭も悩ませながら、そうですね毎回苦労しますね。でも橋本さんクォーツのモジュールムーブメントって、針を動かす軸トルクって小さいじゃないですか。そうですね。で消費電力増やせばトルク増やせますけれども、電波ソーラーだったりすると難しいじゃないですか。しかもトリプルセンサーついてたりするともういろんな針が絶えず動いてるような感じになりますね。でその中で本当にプロトレックとかもいい例ですけれども、針が太くて長い、で時間が見やすくなってるって、これどうやって両立させたんですか？しかも G-SHOCK の対衝撃性クリアしなきゃいけないです。これが実はやっぱり視認性を上げようとするとなるべく大きい針を使いたくなるんですけれども、大きくするとやっぱり落下時の衝撃がその分大きくなってしまいますんで、そこの大きい中でのバランスをコンマ1ミリ単位で合わせていくっていうような作業の連続ですね。大きいだけでもダメですし、かっこいいだけでも小さかったら見づらいですし、そういったところを細かく積み重ねながらやってるという形ですね。あとは蓄光も入れるんですけれども、夜光塗料のことですね。夜光ですね。針が光りやすくするため夜光塗料が針の真ん中に入ってるんですけれども、この位置がちょっと先端に行くだけでもだいぶその重量のバランスが変わってしまってですね、回転する針の重さのバランス、落ちた時に
文字盤に当たってしまうですとか、あとはガラスに当たってしまうですとか、厳しい G-SHOCK 基準に満たないような状態になってしまうので、そことのせめぎ合いがいつも続いてますね。そこの部分、例えばどうやって改善してんですか？その針を大きくするとたわんでね、文字盤とか風貌に当たるようになる。先端の細さとかですね、あとは尾っぽの部分ですね、はい、先端を打ち消す尾っぽのサイズ、あまりこちらも大きくしすぎると文字盤自体を隠してしまうので、そこのバランス感が非常に肝になってくるところですね。だからまあ本当にマッドマスターとか含めてカシオのねアナログ多機能時計って時間すごく見やすいですけれども、まあこれは本当に一つの完成形と、そう言っていただけるといいと思います。そうだからプロトレックの時からやっぱ針ね、そうですね、太く長くやってて、あのねクォーツらしからの針やってますけど、これやったなって思います。ですね、苦労した甲斐がありましたあともう一つ今回のマッドマスターにはもう一つ、これはですね実は意外とこれが大きな売りになるかもしれない機能がありまして、ロケーションインジケーターというものがついています。でロケーションインジケーターですけれども、そのお客様がですね、アプリ上で任意の場所を登録すると、そこを時計のボタン操作で指し示すことができるんですね。で、そこまでの、ここ行けばそこの目的地に行けるとか、そういったものが分かりますし、あと距離がどれぐらいあるかっていうのも同時に表示されますんで、例えば海外とかでのすごい広いショッピングモール、そういったなかなか場所が視点が分かりづらいところでも、そのアプリで指定さえすれば、そこの場所に行くことができるという機能になってます。じゃあその設定した場所に対してこの針が動いて場所を示して距離も示してくれる。非常に便利です。特に今まで方位に関しては180度前方に対してだったんですけれども、今回は360度指し示してくれるので、非常に直感的に瞬時に見てわかるので、その辺が非常に進化したポイントでもありますね。例えば、橋本さんとかってロケーションインジケーターってどういうところでこれ使う感じをイメージしてます？通常普段の生活ですとやっぱり広大な駐車場とかあの辺ですかね。形は似てるけど東西で全然位置が違ってたりとかすると、行って気づいて引き戻すみたいなところがあるんですけれども、そういう時にこの機能を使っていただければ一発で場所が分かるかなというふうに思いますね。自分の止めた車のところに対して行けるとか、距離と方角がきちっと分かるっていうところは非常にメリットですね。だからそういうことを話伺ってると、マッドマスターって本当プロユースでガチガチ、アウトドアでも使える形ですけれども、でも普段の生活で使える時計になってるなっていうのがすごく思いましたですね。これはですね実際使ってみたいなというふうに思います。アウトドアシーンだけじゃなくて実際街の中でも使えるロケーションインジケーターがどんな感じで役に立つのか、マッドマスターの売りであるロケーションインジケーターをぜひこの後使ってみたいと思います。リンクしました。こうやってリンクしました。Bluetooth をつないでまたコンパスを押してリンクさせてます。 OK です。接続できました。これで、インジケーターのモードが入りましたので、これで786メートルをそうですね、歩くと。行きましょうか。行きましょう。行きます。ひたすら歩いていきます。楽しみですね。楽しみですね。縮まってます。縮まってます。今767メートルになってます。全然知らない場所に行くのに何か指標が欲しいという話結構いただいてまして、あと災害救助隊ですね、そういったことでの聞き取りとかもやったんですけど、やっぱり現場全然行ったことのないところ現場に行って何の指標もないんだとちょっと心を持たないというところで、何か位置が分かるような時計作ってくれないかっていうのは前から相談されてたんですよね。いや結構正確ですね。結構
構距離がリアルタイムで変わる。そう結構変わって、バイクのツーリングでも使えそうです。使えそうですよねこれ。これ開発にあたって他社の類似したようなものとかっていうのを研究されました？そうですね、あまり他社さんでこういったものってやられていて、そうですよね。前は、これの先代のモデルはあるんですけど、はい、でこう指し示す範囲が90度しかできなかったので、こういう使い方はちょっとできなかったですよね。360度触れるっていうのは確かにどこを見てもそういう自分の行きたい場所が分かる。3分でこれ1回インジケート切れるんで、切れた場合はもう1回つないでもらって同じような操作してもらう、であと、途中でですね、こちらのボタンを1回でも押せばそれは継続される形なんですね。常時続けたい場合はあれですか？コンパスのところを1回でも押してもらえれば、継続になります。じゃあ、それやんなかったら切れちゃいましたけど。なるほど、かなり表示精度高いですね。だいぶ歩いた距離がそのまま出ますね。今472メートルです。で見る場合はこう水平にしてこう見ていく感じ。そうですね。ただこれ、コンパスの方が性能上がってまして、はい、ちょっと斜めにしてもちゃんとその方位が出るような形になってますので、極端にこう水平にずっと意識しなくてでも大丈夫です。着々と近づいてます、ね。着々と近づいてます。380メーター向こう側と示してますね。徐々に近づいてきました。近づきました。161メートル。もうほぼほぼもうすぐです。もうすぐそこですね。かなり正確な感じで。はい、着きました。まさにここについてます。でこれも表示もこれもちゃんと正確に表示されたということで、ロケーションインジケーター使える機能でなっておりますということで、これが肝です。